はい、2024年3月ですね、ついに発売になりますガチポップ100という製品ですね。100ミリのポッパーなんですが、私の SNS とかをね見てくれてる方は知ってるかもしれないですけど、なんだかんだ2017年16年頃から開発してた製品がやっと皆様にお届けできる状態になりましたので、ちょっと特徴解説をしていきたいと思います。まずですね、1つ目の特徴として、軽い力でもポッピングアクションするように、設計してあります。軽い力でこうカポッカポッとしっかりとしたポッピングアクションが出るようになってるんですが、風が強かったり波が高かったりしてこうラインスラックがどうしても出てしまう、どうしても糸をまっすぐ張ることができないような状況でもしっかりと誘うことができる、そういうポッパーに仕上がっています。特に水面が荒れてる状況ですね、トップウォーター非常に動かしづらい、飛び出してしまったりだとかミスアクションがどうしても増えてしまうんですけど、そういうラフウォーターでもしっかり使いやすい、操作しやすいポッパーに仕上がっています。続いての特徴としてフッキング率の高さというものが挙げられます。ガチポップの水面から浮いてる位置がほぼこうカップだけが水面に出てるような状態で浮いてますので、ボディがほぼ水中に入ってるんですね。なので体当たり系のダーンというようなバイトもフックがしっかり水中に残っているので拾いやすい。また吸い込み系のバイトの時もこう魚がバイトしてきた時にこう吸い込みやすいような、より口の奥にかかりやすいような浮き姿勢になってます。でもう一つ工夫がしてあってですね、このテール形状を極力細く設計してあります。やっぱりこうバイトの瞬間ってボディって邪魔なものでしかないんですよね。なのでテール形状を極力細くすることによってフッキングの際の邪魔にならないように、なかなかねテールを細くしすぎると今度飛距離が落ちてしまったりだとか、そのバランスの範囲内でなんですけど、そこの乗りやすさっていうのを突き詰めて設計しました。やっぱり皆さんこうトップウォーター使ってて、乗らない、またバイトあった、乗らないっていうのをね、私もたくさん経験してきましたし、皆さんもたくさん経験してると思うんで、そこをなんとか解消じゃないですけど、なんとかすることができないのかなっていうことから、徹底的に突き詰めた結果、こういうボディ形状、浮き姿勢というものに行き着きました。先ほど喫水の浮いてる位置の話をしたんですが、浮いてる位置が今度カップだけが出てるような状態でギリギリなんですね。でギリギリということはそれだけ内蔵されているウエイトも非常にたくさん入っています。100ミリっていうボディでありながら 26g あるので、しっかりとした飛距離が出ます。私、1.5 号に、11フィートの MH クラスとかで投げてるんですけど、風が無風の状態であればしっかり振り切ると 60m、70m ぐらいの飛距離は出せると思います。で、シーバスタックルとかでもね使用される方いらっしゃると思うんで、その場合は比較的張りのある M クラス、ミディアム以上のロッドで操作してみてもらうと非常に飛距離も出ますし、ロッド操作もしやすいと思います。最後の特徴としてですね、100ミリでありながら 1.2 ミリの貫通ワイヤー構造で、しかも2番フック2本搭載という、非常にこうヘビーデューティーというか非常にタフな仕様になってます。なので、平鈴木とか、シーバスですね、鈴木とかだけではなくて中型の青物5、6キロぐらいの青物だとか、あとは大型のマダイだとか、そういうものが、不意にバイトしてきてもしっかりとねドラッグをかけて、対処できる、ファイトできるような仕様になってます。やっぱり外洋でもねガンガン使っていけるサイズ感ですし、オフショアの、ナブラ打ちだとか、あとはシーラのキャスティングゲームだとか、そういった時にもね有効なルアーなので、固定概念だとかいろんなことに縛られないでいろんなフィールドでねこのガチポップ投げてみてください。フッキング率をね非常に良くするように設計はしてるんですけど、それでも乗らないっていう時がやっぱりあります。なのでそういった時の、対処というか、フックセッティングですね、2通りあります。1つ目がですね、リアフックをですね、この龍儀さんっていう、バスブランドですね、ピアスクワットっていう4本針の針が出てるんですね。しかもこれスイベルがついてる針で非常に拾う、バイトしてきた時にもう拾ってくれる針なんですね。乗らないって時はぜひこのフックに変えてみてください。ただ、通常の純正のフックよりもこの線形って言ったらいいのかな、フックの線形が細くなってるんで、かけた後のファイトは、ちょっとドラッグを出したりだとか、ちょっとそこを気にしながらファイトはしなきゃいけないっていうリスクはあります。ただとにかく拾います。こ
これおすすめです。でもう一つ、フックは強度はそのままにしたい、でもノリを良くしたいっていう時はテールフックだけダブルリングですね。先ほどバイトの瞬間はボディって邪魔なものでしかないって言ったんですけど、それをより美角を取るというか距離を取ってフッキングを、針がこう拾いやすくするっていう意図があります。乗らないって時のね対処としてこちらもおすすめです。最後ですね、テクニック編なんですけど、トップウォーターをこう使い込んでいくと、あ、ここバイトありそうだなとか、ここ出そうだなっていうところがなんとなく分かるようになってきます。特に白鈴木のキャスティングゲーム、さらしのキャスティングゲームなんかはやっぱ視覚でそれが分かりやすいので、あ、ここ出そうだなってところが分かるようになってきます。で基本的にはワンピッチのアクション、一定のリズムでのアクションで大丈夫なんですけど、強く誘ったり、一定のアクションだとそのままバーンっていう強いバイトでルアーだけこう水面からポーンってこう跳ね上げられて、そのままポチャンってなって終わりみたいなバイトもあるんですね。この辺食いそうだなっていうのがなんとなく自分の中で分かるようになったら、そこだけちょっと弱めに優しくアクションするようにしてみてください。そうすると魚がダーンっていう体当たり的なバイトから比較的こう吸い込むようなバイトになってくれるんで、張りがかりが良くなります。これ結構ねしけてる時とかは難しいんですけど、慣れてきたらやってみてください。私ずっともうかれこれ10年近く磯平をやってるんですけど、房総特に11月から1月ぐらい、波の花っていうちっちゃい、その時期だと2、3センチぐらいのベイトが捕食されてるシーンが結構あるんですね。目の前でバッコンバッコンボイルしてるのに何投げても食わないだとか、状況的にこうすごく良さそうでいかにも釣れそうなのに何投げても反応がないなんていう時に、昔ガボッツ90をたまたまボックスに入ってて投げて10連続バイトとか、何にもそれまでアンダーウォーターのルアー、もうブローインだとか本当いろんなルアーを投げても反応なかったんですけど、信じられないようなバイトがバッコンバッコン起こったんですね。でやっぱり他の釣りも私いろいろやってきて、水面じゃないと出ないっていう状況はもちろんあるのは知ってたんですけど、ここまで差が出るのかところでガボッツ90を使い込んでて結構釣ってたんですね。ただやっぱガボッツ90は磯用に設計されたわけではないので、飛距離だったりアクションだったり、あとはフックセッティングですね。どうしても大きいフックを背負うとこう沈みすぎてアクションがうまく出なかったりだとか、そういったところがあったので、これは専用がいるなというところから開発がスタートしました。やっぱ最初その乗らないっていう問題とかを解消したかったので細身に作ってたり、ただ細身にすると自重を背負えなくて飛距離が足りない、やっぱそのねバランスっていうんですかね、いろんなとこを総合的に含めたバランスをいろいろ試作しながら、求めてこの形に行き着きました。最初ね内緒でこう開発してたんですよ。会議にあげずに弊社のね月の会議があるんですけど、こう私が開発担当してるんでね、いろいろこうこのルアーはこうでああで今こういう進捗状況ですっていうのも上げずに最初やってたんですけど、なんかこの間 SNS に上げてたあれポップは何みたいな感じでね、ある時言われた時にバレてしまったと思いながら、でそこから開発に乗せて、でその時点ではねもう結構いい感じにできてたんで、いろんなスタッフだとか、オフィシャルアングラーの方にもいろいろ投げてもらって、いろんな場所でねテストしてもらって、もういろんな評価も出てくれたんで、いや作ってよかったなと思ってます。こう平鈴木をこうトップウォーターで、平鈴木に限らずですけどトップウォーターでこう釣りをするっていうのは、これで釣りたいって言って投げる方も結構多いと思うんですね。やっぱこうバイトが丸見えですし、ただこのガチポップに関して言えば戦略的にもう魚を取るために絶対に必要なピースだと思って私は開発したので、ぜひね皆さんにもこれ投げてもらいたいです。ぜひぜひ使ってみてください。